お笑い演芸会。ネズムアヤで、天狗の忘れ物。はいどうもー。大天狗の飯綱丸めぐむです。本当の幻想組や、社名丸あやでーす。なんだそのポーズは？準備運動です。何事も準備が大事です。備えあれば憂いなしと言いますからね。ここに出てきてから準備してどうするのだ？てへぺろ。準備といえば、今日は雨になったな。そうですね。先ほど降り出しましたね。今日は午後から雨の予報でしたからね。傘は持ってこられましたか？それなのだが、こんな日に限って傘を持ってきておらぬのだ。あやややや飯綱丸様は折りたたみ傘をよく持ち歩いてらっしゃるではないですか。そうなのだ。昨日も一昨日も傘をカバンに入れていたというのに、今日に限って忘れてきたのだ。そういう日に限って雨が降りおる。それってあるあるの出来事ですね。私にもそういうことがありますよ。私は新聞記者ですから、普段必ずカメラを持ち歩いているのですが。いい迷惑だな。何ですかその迷惑というのは。お前がカメラを持ち歩いているせいで、これまでどれだけの犠牲者を生んだことか。当犯罪者みたいに言わないでください。そもそもあなたの部下ではないですか。記者にとってカメラは必需品なのです。いつどこでニュースのネタに出くわすかわかりませんからね。シャッターチャンスは、逃がしませんよ。やはりお前が言うと犯罪に聞こえるな。先日そのカメラを修理に出したのですよ。なんだか調子が悪いのでニトリさんに見せたら、その場では直せないから1日預からせてくれと言われまして。まあ、家に帰れば代わりのカメラがありますから、預けて家に向かったのですが。ふむ。その帰り道にもみじの家に立ち寄りまして。仲が良いなお前たちは。ところが表の戸に鍵がかかっていて開かないのです。ノックしても反応なし。出かけておったのか。これは事件の匂いがします。いや、出かけていただけであろう。どこに事件性があるのだ？これは記者の勘なのです。気になったので小窓から忍び込みまして。おい、勝手に入るともみじに怒られるだろう。仲がいいから大丈夫です。そのうち嫌われるぞ。部屋に入ってみたのですがやっぱりもみじはいない。おかしいなぁと念のためお風呂場を覗いてみたら、バッチリ入浴中。こんな時に限ってカメラがない。カメラさえあれば。おい、やっぱり犯罪ではないか。いえこれは取材活動です。黙れ社名丸。まあ、お前のはどうかと思うが、こんな時に限ってという出来事はあるものだ。私はなぜかお前の給与計算をしていると、お前とゲームがしたくなる。そういうのもあるあるですね。こんなことしてる場合じゃないと分かっているのに、なぜかそういう時ほど遊びたくなってしまうんですよね。そうなのだ。あれは不思議な現象だな。私も原稿の締め切りが近づくと、あれもしたいこれもしたいとあれこれ思い浮かんで、仕事が手につかなくなるのです。お前はいつものことであろう。なんだかひどい言われようですね。日頃の行いを見ていればわかる。そういえば先日、突然ゲームをしようと連絡してこられましたが。あの時もそうだ。お前の給与計算を始めた途端、無性にお前とゲームがしたくなってな。そうでしたか。夜中に突然連絡が来て、今からゲームをするぞというのです。対戦型の、オンラインゲームです。こっちの都合なんて聞きもせず。なんだ社名丸。何か言いたそうだな。気まぐれな上司に付き合うのも大変です。接待ですよ接待。ほほう。あれが接待とな。どうされましたか？接待だと言うなら、一度くらい私に勝たせんか。好き放題ボコボコにしてくれおってからに。負けなしの17連勝。貴様上司をなんだと思っておる。あれではストレスが溜まるだけではないか。ゲームなどせずに私の給与を計算してください。その溜まったストレスをお前の給与計算にぶつけてやったぞ。楽しみにしておれ。どういう意味でしょう。私の勝ちだな。飯綱丸様、冗談が過ぎます。まあ、半分冗談だ。もう半分はどこ行っちゃったんですか。上司の気分次第で給料が変わる。こういうのもあるあるだな。あってはなりませんよ全く。あるあるで片付けないでください。まあなんだ。少し話がそれたが、傘を忘れた日に限って雨が降るとか、必要のない時には目立つのに探そうとすると見つからないとか、こういうありがちで残念な経験則を、マーフィーの法則、というな。失敗する可能性のあるものは、失敗する、という考え方が元になっている。一時期流行りましたですね。落としたトーストが、バターを塗った面を下にして着地する確率は、絨毯の値段に比例する、とか。高い絨毯の時ほどそうした事故がよく起きる気がするな。カレーうどんのシミは白い服にばかりつく、とか。白い服を着ている時に限って、カレーうどんを食べたくなるのが不思議だ。お茶をこぼすと、大事な書類がある方向にこぼれる、なんていうのもあります。そうだ。なぜかそうなるのだ。カメラがない時に限っても短だからそれは違うと言っておろう。まあ、皆さんもなぜこのタイミングでとか、こんな時に限ってとか、そんな経験をしたことがあると思いますが、昨日のことです。私、取材の帰りに、お団子屋さんでみたらし団子を食べまして。お金を払おうとしたらお財布がないことに気づいたんですよ。なんと。いやー焦りましたよ。うちに忘れてきちゃったようで。それで食い逃げしたのか。お前は幻想上最速だからな。本気で逃げれば誰にも追いつかれぬだろう。飯綱丸様、
それは犯罪です。お前が言っても説得力がないな。団子台が欲しければ私を捕まえてごらんなさーい。おほほ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 ほ。私は何の妖怪ですか？それでどうなったのだ？それなんですが、困り果てていると若い男がやってきまして。お嬢さん、ここは私に任せてください。というのですよ。ほう。なんだか話ができすぎな気もするが、これがまたなかなかいい男で、出会いだな。案外こういう偶然から始まるのだ。それでまあお言葉に甘えまして、ごちそうになっちゃったんですけどね。ほうほう。それでどうなったのだ？お店を出たところで、お誘いを受けました。お嬢さん、これから一緒に一杯行きませんか？行きつけの洒落たお店があるんです。ナンパだな。財布を持っていないことを知っていて誘うというのは、これはもうナンパ確定だな。まあ、幻想郷最速で逃げましたけどね。結局食い逃げみたいなものだな。私と飲みたいなら捕まえてごらんなさーい。お前は何の妖怪だ？まあそれはそれでよかったのですが。良いのかそれで、その男が気の毒であろう。その後家に帰って、忘れた財布を探したのですが、家中探してもどういうわけか見つからないのです。おいおい。それは忘れたのではなくどこかで落としたのではないのか？それがですね。そんなはずはないどこかにあるはずだと、もう一度ポケットの中を確かめてみたら、あったんですよ。うちに忘れたはずのお財布が。なんだと？いつもとは違う方のポケットに入ってたんですよ。これもマーフィーの法則ですよね。それのどこがマーフィーの法則だ。そんなことでおごらされた男も災難だな。お団子代。丸儲けー。悪いやつだな。今度その男を見つけたら、ちゃんと団子代を返しておけよ。いやいや、見つけようとすると見つからない。そういうものです。なるほど。マーフィーの法則か。ああ。私はお団子代を返したいのに。嘘をつけ。もうあなたとは巡り合えないのですね。しらじらしいやつだ。それはそうと飯綱丸様。どうした？今日は夜中まで雨ですよ。傘をお忘れでしたら、帰りは私の傘に一緒に入って行ってください。あいあいがさか。もみじが焼き餅を焼かぬか？別に私はもみじのことなんか、なんとも思ってないんだからね。誰に向かって話しておるのだ。もみじのことは大丈夫ですので、よろしければご一緒にどうぞ。それなのだが社名丸。実は先ほどお前の傘を借りてコンビニへ行って、傘を買ってきたのだ。そうでしたか。それなら大丈夫ですね。ところが大丈夫ではないのだ。と言いますと？買った傘を早速差して戻ってきたのだが、はいはい。借りていったお前の傘をコンビニに忘れてきたことに今気づいたのだ。コンビニの傘立てにまだ残っておると良いのだが、なんだかんだで随分時間が経ってしまったからなあ。あやややや、先週買ったばかりの傘ですよ。まあ、なければ帰りは私の傘に入っていくがよい。しょんなー。そういえば、これもマーフィーの法則だな。どんな法則ですか？借りた傘ほど良くなくす。どうもありがとうございましたー。